皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日は朝からお天気が良かったんですが、曇ってきてビニールハウス内の気温は28度でした。体調不良で2週間以上ほったらかしにしていた庭の多肉たち。ビニールハウスのビニールもまだ外していないため、熟れてダメになってしまっている多肉もちらほら出てきていました。このエレガンスハイブリッドもすでに成長点まで熟れてダメになってしまっていたのがとても残念です。そしてちょっと気になったのがこのドドランタリスです。この時期は休眠期に入るんですが、葉の様子がいつもとは少し違っていました。このパープルヘイズと一緒にドドランタリスもそろそろ移動させようと思っています。リメカンバッグのビアホップも少し元気がない様子。実はビニールハウス内の入り口に収穫したての赤玉ねぎが置いてあったため、ビニールハウス内に入れないでいました。玉ねぎの収穫も始まったばかりなので、もう少ししたらこの玉ねぎも吊るす予定です。とりあえず赤玉ねぎをどけたので、ビニールハウス内の様子を見ていきましょう。黄色く葉焼けしてしまったビアホップは葉を触るとポロポロと落ちていきます。その隣のゴールドナゲットは元気そうです。そしてこのスイートプリンセスもいつ見ても安定の可愛さです。赤く紅葉している双子ちゃんの多肉はコルテスです。こっちのお水を欲しそうにしている多肉はカリストです。冬の間葉を短くしていたカンテも少しずつ夏顔のカンテになってきていますね。このカンテは少し葉が黒くなっていて心配です。紅いちごの花も終わり、花柄はカリカリに枯れていました。これは後でカットしておかなくちゃ。ちょっと鉢が斜めになっているのはサンバーストの石化です。これもだいぶ枯れ葉がついていますね。月下美人がぶら下がっていたハンギングにはリトルミッシーを吊るしていました。吊るしていた場所が合っていたのか、葉もしっかりと肉厚で元気に育ってくれていました。今のうちに少しカットして増やしておこうと思います。そしてその隣は、実はこれ去年枯れかけていたモリンガの木です。冬越しして新しい芽が出てきました。水が足りていなくて外葉を枯らしていたのはあで姿です。こんなに枯れ葉がついていました。これはかわいそうですね。もう少し大きな鉢に植え替えて水持ちのいい土にしてあげようと思います。そして仕立て直ししたマクドガリー×ラウレンシス、今はこんな感じになっていました。その隣のピーチプリレは少し色が濃くなってきています。
一番奥のピーチプリでは少し徒長気味でした。そしてびっくりしたのがこのブロウメアナです。アンゴラと星の王子マイオトメが見えないぐらいに茂っていました。このシャビアナも外葉を枯らしてお水を欲しそうにしています。土もカラカラに乾いていました。完全に枯れていたのはルビーネックレスです。これはかわいそうなことをしてしまいました。ピーチプリデにも枯れ葉がたくさんついています。この春にカットして寄せ植えしたピーチプリデも元気そうで何よりです。少し元気がないのはこのエリザベスです。徒長気味で、しかもお水を欲しそうにしているのがよくわかりますね。そういえば花が咲いた派手姿のその後が気になって見てみると、花はすでに枯れていました。これは後でカットしておきますね。多分カットしたらまた新しい芽がここからたくさん出てきてくれると思います。今年の春は雨や曇りの日が続き、このリングアスも鉢を回していないと日照不足で少し苗が傾いてきてしまっていました。外葉が枯れて茎も長くなってきているので、一度胴切りしても良さそうですね。この黒胞子も長い間水やりできていなかったため、外葉がこんなに枯れています。このレズリーもこの2週間ほどの間にこんな姿になっていました。ピンクベリーは元気ですね。ラブリーローズも下葉がかなり枯れてしまっていました。こんなに下葉を枯らしてしまう前に葉ざしを取っておけばよかったと後悔しています。こっちのラブリーローズはまだそんなに枯れ葉がついていないので、このラブリーローズの葉を取って葉ざししておこうかな。そうそう、葉ざしといえばこの虹の玉も小さな芽がたくさん出てきています。そして多肉棚の一番上ではエルフストーンの花芽が大きくなってきていました。どんな花が咲くのか今からとても楽しみです。そして今回大失敗していたのがこのカゴの中の多肉ちゃんたち。エアコンの室外機と作業台の間にしまいっぱなしになっていて、たくさんの多肉が枯れてしまっていました。この青々としているのは虹の玉。ルビーネックレスも元気です。そして今年はなんとハロウィンにも花が咲きました。まだ咲き始めといった感じですが、この後どうなるのかちょっと心配です。そして毎年株を弱らせてしまう七福神ですが、今年は今のところ順調です。大きめの素焼き鉢に植えたのが良かったのかもしれません。隣の寄せ植えもすっかり仕立て直しそびれてしまっています。レーマニーにペンキがついているのはご愛嬌。小宝草の葉にはたくさんの小かぶちゃんがついていました。
これがポロポロと落ちるとまたたくさん増えてくれるんですよね。そしてこのそよ風の天使も植え替えしなきゃと思っていたところ、なんとこんなに可愛い花が咲いていました。こんなに可愛い花が咲いたら増やしたくなっちゃいますよね。はい、ということで今日の動画は2週間以上ほったらかしにしていた庭多肉の様子を見ていきました。いかがでしたでしょうか。ハロウィンの花が咲いていたのにはびっくりしました。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。